皆さんこんにちは。盆栽の山崎千恵です。今日は口なしの針金掛けをしていきたいと思います。今日は7月の27日です。口なしの植え替えはよく4月以降、春の暖かくなってから4月5月ぐらいが適期ですけれども、今も暑いので暑さが好きな木ですから、針金かけて植え替えまでいけたらなと思います。で、植え替え後は今すごい一番暑い時期ですので、半日陰管理からスタートすれば2週間ぐらい寒冷車の下で管理してれば大丈夫です。はい、じゃあまずはここのまっすぐになっているところを針金かけて曲げていきたいと思います。口なしはですね、ちょっと葉っぱだけだとあんま可愛くないなとは思う木で盆栽を長くやってる人たちからは人気があるんですけど、始めたばかりの人にはまだ馴染みがないかなと思うんですが、木としては6月に花が咲く、それでその花の香りがすごくいい香りなのがおすすめと、あと花の後実をつければ、口なしの実ですね、黄色くオレンジ色になっていく実で、それも冬の間可愛いです。あとは私はその花とか実よりもどっちかというと枝作りが面白いなと思っていて、枝がよく増える木だし、剪定してもどんどん出てきてあっという間に枝がしっかりできる。あと針金もかけやすいんですよね。なんか太さとか細さとか硬さがちょうどいいので、針金が苦手だなと思う方にもぜひトライしてみてほしい樹種です。やってみましょう。はい、ではまずは葉っぱを減らしていきたいと思います。黒いですか？葉っぱは枝先に行くほど新しいのは松とかと一緒です。で、葉元側の方、ごめんなさい、枝元側の方は、色あせている葉っぱがあります。枝先はちょっと黄緑がかったつるっとした綺麗な葉ですが、古くなってくるとやっぱり葉っぱが色がくすんできますので、そういうのを切っていきましょう。あと枝がたくさん吹きやすいので、いらない枝、ここ三つ股になってるんですが、上向きの枝を切るとか、上向き下向きの枝を切るようにして、ここも三つ股ですね。二股分かれの枝にしていきます。5月の植え替えの時とか4月5月植え替え時には全葉刈りをすると思います。で、丸坊主にして針金かけて植え替えるっていうのが4月5月楽しいんですけど、今の時期7月はそうだな、全葉刈りしても問題はないと思うんですが、減らしすぎて力を落とすよりは少し残してるくらいでいいんじゃないかなと思うのと、来年の花芽もそろそろつける時期ですので、あんまり枝先を切ると花芽できなくなるだろうなと思うので、枝元側の古いのだけ今取っています。
植え替えもするので葉っぱの量は半分ぐらいに減らしておいた方が木の負担は少ないですよね。葉っぱの量は結構適当で、もし葉を残しすぎたとしても木が自分でもうこれ以上は無理っていうのは黄色くして落としますんで、あんまりその几帳面にどれぐらい残すかとか心配しなくても大丈夫です。木が自分で落としますので。とりあえず今は枝姿見やすくするのと、針金をかけやすくするために古い葉っぱを切っています。はい。ちなみにこれは、清誉という細葉の口なしの品種です。普通の口なしよりは葉が細いので小さく作るのには仕立てやすい品種です。その分花は咲きづらいです。口なしにもいろいろ品種があって、葉っぱが丸い葉っぱのタイプだとか、葉っぱが丸いのはダルマショウか、ダルマショウの口なしと、あとはなんだっけあれ、一寸法師ってのがありますね。丸葉と普通葉の間ぐらいの葉っぱの形で、花つきがいい口なしです。で、花つきのいいだるまとか一寸法師は逆に言えば枝作りはそんなに枝作りがしづらい。花を諦めれば枝はできますけど、細葉よりは普通種よりは作りが遅くなるって感じですかね。はい。で、細葉の口なしは花がつきづらい分枝姿を作って、枝姿とか葉姿を見どころにすると良いと思います。ほぼ枝先だけ残ってる感じになりました。では針金をかけていきます。太い針金、アルミ線3ミリぐらいですかね。まずこの幹のまっすぐを解消したいので太めの針金をかけて巻いていきます。でこれ先にもう素材の段階で1曲入っていますので、この曲の作り方は時計と逆回転の針金のかけ方でついた曲なので、2回目の曲入れは逆側に巻くようにします。これじゃ一緒か。あれ合ってるのかな。これは今度は時計回りに回していけば最初の1曲と逆回転の曲げができるはず。なんで逆回転に2回目はするかというと、最初の曲のままやったまんまだとぐるぐるコイル状に巻いていくだけなので、それはちょっと人工的すぎて面白みがなくなっちゃいますから、2回目は1回目と逆の巻き方をすると自然に面白い曲ができやすくなると思います。まずはここの1曲目ですね。
こっちに振ってこっちに戻して頭はこっち。はい、模様着らしくなりました。ちょっとここの1曲目が外れるというか戻っちゃうのが怖いので、足元はもう1本針金かけて二重にして強度を増します。どうしようかな。とりあえずこれにこれはちょっと針金に対して枝が細いので緩めにかけて、針金で枝を傷めないようにちょっと緩めにかけます。はい、じゃあ他は細い枝には細い針金を使ってそれぞれにかけていきます。この枝がこことここ近すぎるので使わないような気がするんですけど、裏の枝はしっかりありますからね。これは要検討で、とりあえず残して最後に迷ったら残しておいて最後に決めて切るようにしてます。あまり決断は急がなくてもいいかな。じゃあこれとどれだ、これか、これとこれ、違う、これとこれ、これとこれ。はい、幹に一周回してから各枝に。で小枝は自分の方に向けて左手で下から針金と枝を押さえて回してかけます。今1ミリの針金を使ってるんですけど、もうちょい細くてもいいかな。0.8 ミリにした方が良かったかも。針金の細さ、針金1ミリとか 1.5 とか 1.2 とかいろいろあるんですが、針金の細さの選び方は、枝のしなりと針金のしなりが同じぐらいのものを選んでください。針金のしなりと枝のしなりが同じぐらいの針金を使うとうまく効いてくれると思います。うまく効くしかけやすいはずです。でもし針金の太さが合わなかったら針金の方が細い場合は二重に巻けばいいし、針金が太かったら
無理に密着させず、ちょっと隙間を空けて緩めにかけるで良いと思います。無理すると巻いてる間に枝が折れちゃいますからね。なるべく細い枝先までかけるとこう微調整がしやすいので、枝先までかけることを癖にするといいと思います。この枝先は太いんだけれども、太い枝が相方として見つからない場合もあります。これでいいか。相方がいない場合は幹に太いところに1周以上、1周か2周巻いてから、1周か2周巻いてから1週か2週巻いてからこうかけた枝にかけていくと。細い枝は針金、指が太くてかけづらくなるので、ピンセットで持ってこうふんわりかける。ちなみに今ここ三つ股にしてるんですよね。三つ股状態なんです。ここ頂点で123三つ股になってます。頭を形成するのにまだ全体に枝数が少ない時は三つ股も良しとしてます。でこれがだいぶしっかりしたので、しっかりしていればこっちとそれぞれで掛け合わすことができると。
模様着らしくなってきた。松で模様着を作るって結構枝作り難しいんですけど、くちなしはすごい枝がよく吹くので模様着作りやすいんですよね。で曲げるのもしやすいので、結構模様着作りたい方におすすめ樹種です。ですごい模様着らしくなった。こんなに模様着らしくなると思ってなかった。よかったよかった。あと1箇所。これはここと掛け合わせましょうかね。これとここ。なんか大丈夫なの。くちなしは枝が吹きやすいので、あとどこで切っても吹いてくれるので、間延びしても作り直しやすいのと、あとはなんですかね、ここで切ったらすぐ二股に分かれてるじゃないですか。今度ここで切ったら、ここで切ればだいたいここでまた二股になるんですよ。基本は今ある葉の付け根から吹いてくれるし、もし葉のないところでここで切っても吹いてくれます。だからあまり考えずにバシバシ切れるのが面白いとこですね。くちなしのいいところで、枝をある程度細かい小枝を作ってから枝先に花をつけたらもう最高の出来って感じですよね。なんだこれ、三股だったので二股が作りやすいですよね。で枝を伏せておくと間からも吹いたりしますし、伏せることでここの枝の伸びはちょっと止まりますよね。ストレスかかって枝伸びなくなるんですけど、でもちょっとずつ枝先は、ちょっと伸びていくことによってここの枝が太って癖がついていく。で下げることによって間に日が入りますから、花元から新しい小枝が吹くこともあります。で小枝をどんどん増やして枝棚のボリュームを作っていくと綺麗な模様着になっていくと。くちなしに興味湧いてもらえたでしょうか。一時期くちなしブームが起こってすごい高い時期もありましたが、今だいぶ落ち着いてるのでそんなにもう高くないと思いますから、素材買ってどんどん作ってみるといいと思います。あと挿し木が容易なので、挿し木
すごいつきますから、枝剪定したやつ刺しておいて作るといいんじゃないかな。すごい模様着になった。嬉しい。すごい模様着じゃないですか。模様着らしい模様着、模様着らしい模様着になった。はい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 。7センチ、今10センチぐらいかな。私の中指7センチなんです。7センチぐらい。はい、じゃあこれで針金掛けは終わりです。この後植え替えをしていきます。あとくちなしの育て方については、くちなしは暖地性の植物ですので、暖かいところが好きです。今の時期は日当たりのいいところに置いて、植え替えしなければ肥料どんどん置いてぐんぐん新芽伸ばしていく時期です。で、新芽が伸びるにつれて芽の先を摘んで伸びを止めてあげると、脇から芽がいっぱい吹いて小枝が増えていくという時期になります。で、寒さには弱いですので、冬は冬季保護をしてください。私は横浜に住んでますが、棚下とか軒下でも大丈夫。冷たい風の当たらないところに置くといいと思います。で、もうちょっと寒い地域の方は発泡スチロールに入れたり、ビニールハウスがあればビニールハウスに入れたり、あとは衣装ケース、半透明の衣装ケースで、風をよけてあげるといいかなと思います。では、この針金掛けの動画は終わります。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録とグッドいいねボタンよかったらお願いします。では。